皆さんこんにちは、ガジェログです。今回は Redmi スマートバンド2の一通り使えるまでの流れということで、ざっと言えば初期設定についてご紹介したいと思います。設定で使いますのはこちらの iPhone で行ってみたいと思います。ペアリングするアプリに関しましては Mi Fitness になりますので、App Store の中で検索をしていただいて Mi Fitness をダウンロードしておいてください。そして Mi Fitness のアカウントも取得をお願いいたします。まずこの準備が必要になりますので、まずそれをした上でこの後の動画の方をご覧いただければと思います。では本日も行ってみましょう。パッケージの方からすでに出してしまっていますけども、このような状態になっていればね、初期設定すぐにできるようになっています。そして同梱されていましたこちらの充電ケーブルがあると思いますが、初めて電源入れる際は、こちらのね、充電ケーブルをここに通電させます。そうしますと、はい、電源が入りました。最初ね、72% バッテリーが充電されていました。では、これで通電されましたので、外したいと思います。そうしますとね、いろんな言語が出てきました。日本語も当然ながら入っています。この中にね、ご自分の言語がありましたら、そちらを設定していただければと思いますけども、私は日本語が母語になりますので、日本語を選びます。そうしましたら、iPhone の Mi Fitness を開きます。ログインされている状態になっていますので、ペアリングする際はこちらのデバイスっていうところがありますので、こちらをタップします。今ね、何もペアリングされていない状態になっているので、このように空白になっています。今回は Redmi スマートバンド2とペアリングしますので、デバイスの追加というところをタップします。そうしますと Redmi スマートバンド2が出てきましたので、こちらをタップします。そうしますと、こういったね、ペアリング要求出ましたので、ペアリングをタップします。通知の許可もします。で、こちらもね、素早くレ点を押します。こちらも OK を押します。そうしますともうね、簡単にペアリングが完了しました。正常に同期されましたと出てきて、ホーム画面に入ってくれましたね。このように簡単にペアリングすることはできます。そうしましたら iPhone 側の方で完了をします。ここまでね、本当に一瞬の出来事のようになっていますので、素早くね、やっていただく形になります。で、このあたりね、スタートガイドと出ていますが、次へ、完了とやれば、ホーム画面に出てきて目標設定ですね。こちらでどれぐらいのですね、1日の消費カロリーを目指すかということになりますが、これは動いた状態でどれぐらい消費するかということになりますので、基礎代謝とは違っていますね。今回私は300キロカロリーぐらいに位置をしておきます。そして1日の目標の歩数になりますけども、本当に大体なんですが、私の場合7000歩にしますと、大体1日5キロ歩くっていう形になりますので、これぐらいを目安にしています。そして中高強度の身体活動とありますけども、週5日の適度な運動を行うことを目指しましょうとありますけども、30分ぐらいを目安にしたいと思います。これでホーム画面になりまして、ペアリングが完了している状態になります。アプリを使って見ていきたいと思いますけど、まずオンラインというところなんですが、これは文字盤を選ぶことができます。ローカルっていうのはバンド本体に今入っているの文字盤になっています。2つしか今入っていない状態になります。で、オンラインをタップしますと、ダウンロードして追加することも可能になっています。いろんなね、種類のものがありますので、好きなものを探していただければと思います。では今回はこの新着のところのその他を見ていただきますと、この真ん中のものをダウンロードしてみたいと思います。で、適用をしますと文字盤が、はい、今同期中になりましたね。転送されている状態になります。こうやって文字盤を変えることができます。ちなみにですが、Redmi スマートバンド2は廉価版モデルになるっていうことですので、バンド本体に保存できる文字盤の数っていうのは非常に少なくなっています。先ほどの最初から入っている2つ以外に1個しか追加することができませんので、余分にね、たくさん入れておくってことはできないのはちょっとね、その辺はご了承ください。では、ローカルを見ていただきますとね、このような3つが今入ってますよとなっています。このバンド本体から変更する場合なんですが、長押しをしまして、こうやってスワイプしていきますと変更することができます。で、今回ね、こちらになりましたのでタップして完了します。こういった風に文字盤を変更することができます。で、ちょっと見ていただくと画面が暗いなと思いますので、そしてすぐ消えてしまいますので、ここも変更してみたいと思います。この画面を下から上にスワイプしますと、こういったメニューが出てきまして、一番下にですね、設定がありますので、こちらをタップします。この中のディスプレイというところがありますので、ここをタップします。そうしますと明るさっていうのがありますので、ここで画面の明るさをこういう風にね、調整することができます。
で、今回ね、この辺にしておきたいと思います。そして画面がね、すぐ消えてしまいますので、自動ロックをタップします。そうしますと、一時的にですけども、画面をどれぐらいの長さ、ずっと点灯しっぱなしにできるかっていう設定になりますので、お見せするために5分間ね、ずっとつきっぱなしのモードにしてみたいと思います。必要なね、長さに調整することができますので、使い方に合わせて調整をされてください。そうしましたらね、先ほどより画面が明るくなったことがわかります。結構綺麗ですよね。ではですね、次にアプリの通知っていうのがありますので、こちらをタップします。そうしましたら、ここがオンになっていないと、例えば電話がかかってきた時にこちらに通知が来ないということになりますので、ここ必ずね、チェックをお願いします。またメッセージですね。これ SMS だと思います。またメールってありますので、iPhone の標準のメールアプリから通知ですね。このあたりだと思います。LINE もオンにします。また Gmail もありますね。そして、ここにないものに関しましては、その他になりますので、ここを、このようにチェックします。そして心拍数のとこありますが、これは今自動になっていましたね。このままでよろしければ自動でいいと思います。で、今回私は30分にしてみたいと思います。そして睡眠モニタリングになりますね。これもオフになっていますので、夜睡眠モニタリングしたい場合はオンにしておきます。で、バッテリー消費激しくなりますよと出ていましたね。そしてスタンディングですね。これ1時間に1回ぐらい立ち上がってくださいねっていうリマインダーが来ますので、これが必要であればオンのままでいいと思います。そういった機能いらないよってことであれば、こういう風にね、オフにされてください。そしてアラームですね。これは必要かもしれませんね。追加する場合はこちらになります。明日の朝どれぐらいに起きるかってことになりますが、じゃあ今回は6時半にセットしてみたいと思います。そして繰り返しとありますけど、こちらをタップすると毎日なのか、月曜日から金曜日なのか、もしくはカスタムっていうのがありますけど、例えば月曜日と水曜日と金曜日だけでいいよってことであれば、こうやってね、チェックを入れていただく形になるので、使いやすいように調整をされてください。そして天気っていうのがありますけども、最新情報をこちらの方に表示したい場合は、このようにオンにします。そうしますと iPhone の位置情報に基づいた地域の情報がこちらに表示することも可能になってきます。このようにしてざっとですけども設定することができます。例えばウィジェットやアプリを並べ替える持ち上げてスリープ解除とかスリープモードとかね、いろいろありますけど、このあたりに関しましてはね、おすすめ設定ということで動画を作ってありますので、よろしければね、そちらの方をご覧いただければと思います。概要欄にリンク貼ってありますので、そちらから飛んでいただくことも可能になっています。はい。というわけで初期設定が終わりましたので、こちらのバンド本体を使ってざっとね、使い方をお見せしたいと思います。まず画面を点灯する際はこのようにタップするとつくことができます。そして画面を消したい場合になりますが、先ほど私は5分のモードにしてありますので、ずっとつきっぱなしになっています。で、そうしますとバッテリー消費激しくなりますので、どうやったら画面消えるかってことなんですけども、こういう風に覆ってスリープっていうモードがありますので、こちらがオンになっていれば、このように消すことができます。そして次になりますが、ワークアウトをタップします。この中に屋外ランニングやウォーキング、フリースタイル、ハイキングっていう風にいろいろモードがあります。屋外サイクリングやトレッドミル、縄跳び、屋内サイクリング、トレッキングやトレイルラン、スケートボード、ローラースケート、ヒート、ヨガ、エリプティカル、ローイング、ピラティス、ストレッチ、ストレングス、エアロビクス、ダンス、スノーボード、スキー、アイススケート、アイスホッケー、アメリカンフットボール、卓球、バドミントン、クリケット、ビリヤード、フリスビーですね。こんな感じで入っています。こちらの方から選んでいただく形になります。例えば、ウォーキングする場合はこのようになります。そして GPS は内蔵されていませんので、この単体でもし歩いた場合ですね、スマートフォンを持ち歩かなかった場合は、歩いたルートを地図上にマッピングすることはできません。そしてそれ以外になりますが、例えば心拍数の測定ですね。このようにタップしていただくと自動的に測定が開始されます。80bpm と出てきました。そして血中酸素のレベルを測定することができますが、実はこちらは自動にはなっていません。必要な時に測っていただくということになります。ちょっと低いですね。まずいですね。ちょっと酸欠になってるんじゃないかなっていう感じですね。他にもね、ストレス測定とかありますし、また音楽再生コントロールもできるようになっています。こちらは iPhone 上で音楽プレイヤーを再生していれば、この画面がね、オンになりまして、再生や一時停止、ボリューム調整、次の曲送りや曲戻しっていうことが簡単な操作ですけどもね、できるようになっています。そしてスマホを探すとありますけど、これをタップしますと実は iPhone が今鳴り出してしまいます。はい。こんな感じでお知らせしてくれますね。iPhone が自分はここにいますよっていうふうに教えてくれます。
はい。こんな感じでね、iPhone 探すことができます。はい。というわけで、一通り使えるまでの流れということでご紹介しましたが、今回お見せしたもの以外にも結構いろいろ設定項目がありまして、それに関しましては先ほどお伝えしましたように、こちらの方にね、おすすめ設定動画っていうのを出してありますので、こちらをご覧いただければと思います。そうしますとね、より使いやすくなりますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。例えばですね、こういう風に表示した時に、今ワークアウトが一番上に来ていますけども、この並びっていうのを変更することもできます。例えば設定項目って一番下にありますよね。ここまでこういう風にスワイプするの結構めんどくさいなっていうことであればね、この順番の並びっていうのを変えることもできます。そしてこういう風にね、スワイプした時に表示されるものを変更することもできます。このあたり結構ね、使い勝手に重要な部分になりますので、ぜひね、そちらの方の動画をご覧いただければと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。